こんにちは。たった1枚の扉でここまで変わるとは思いませんでした。一応ロールカーテンはつけていたんですけど、毎年夏になるとキンキンに冷えないなぁと思っていました。階段の下が涼しかったので分かってはいたんですけど、ここから冷気が漏れていました。ロールカーテンも壊れたし、思い切って扉にしてこの問題を解決したいと思います。扉の材料は家に転がっていた2x材を使って組んでいきます。左右と上下、中間の5本です。これで枠を作って形にしていきます。枠を組む前にアクリル板と中板が入る溝をトリマーで掘っていきます。中板の厚みが 11mm だったので 10mm のストレートビットで 12mm くらいの幅を2回に分けて掘りました。アクリル板の厚さは 3mm だったんですけど、一番小さなビットは 6mm しかなかったので6mm で掘りました。ここから枠を組んで扉の形にしていきます。持っている 75mm のコーススレッドでは届かないので、届く位置まで 8mm の霧で穴を開けておきます。あとはどんどん固定していきます。位置が合いづらい部分はクランプしていますよ。片側が組めたら中板を入れ込んでいきます。中板は趣味部屋天井編で余った杉の板です。いい感じ。次はアクリル板をはめ込みます。これも何かの端材で傷と汚れだらけです。それ入るときどうやって入るん？階段のとこ。小次郎も登ってほじきになる。じゃあ小次郎がバーンって入れるところ作ったとして。アクリルはすりガラスのようにしたかったので、傷を消す意味も含めて艶消しのクリアを塗装してみようと思います。まずは養生テープでマスキングします。塗装する前にパーツクリーナーでしっかり脱脂もしておきます。アクリルはツルツルして塗装が剥がれやすいので、密着ロンで食いつきを良くしておきます。アクリルは塗料の溶剤でひび割れを起こしやすいので、遠目からふわっと拭きます。25分オープンタイムをとって上塗りに進みます。上塗りはホームセンターで一番安い艶消しクリアにしました。割れ防止のため必ず水性を選びます。上塗りが乾燥しました。小傷も全部消えてすりガラス感もいい感じに出ました。取れてなかったんですけど、木の部分はワトコオイルエボニー色で塗りました。シンプルでいい扉になったんじゃないかなと思います。ロールカーテンを外して扉を吊るすための金具を取り付けていきます。今はロールカーテンの金具を外しています。金具はこの釣り引きドレールというやつを Amazon で7000円くらいで買いました。
一応概要欄、コメント欄に商品を載せておくので参考にしてください。すごく丈夫そうでいい感じです。釣りトレールを付属のコーチスクリューで固定するために下穴を開けました。スクリューで固定する壁は必ず木の下地があるところで固定します。扉が勝手に動いたらいけないので、もちろん水平器で水平はきっちり出しましたよ。私もどこで手伝おうかなと見てはいたんですけどね。結局見てるだけでしたよ。ここで扉の可動範囲のストッパーも一緒に取り付けました。レールの取り付けが終わったら扉側に滑車を取り付けていきます。等間隔に適当に取り付けました。ここでようやく扉を引っ掛けます。転びも良すぎず硬すぎずで、変なところで止まったり滑りすぎたりする感じもないです。もともとあった手すりの裏から端材のアクリル板を貼って冷気を遮断しました。裏からネジ止めして隙間は隙間テープで埋めました。端材なので長さが中途半端でつなぎ部が出ちゃいましたけど、とりあえずよしとします。扉と手すりの隙間も扉の歪みに合わせて合板を貼って、後の隙間は隙間テープで調整しています。これで冷気が遮断されることでびっくりするくらい涼しくなりました。以前はエアコン24度設定で普通に涼しいくらいだったんですけど、今は 26.5 度設定でも寒いくらいで本当にびっくりしています。こんなにもっと早く作ればよかったと思うのは初めてです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よかったらプライベート DIY のメンバーシップ限定動画もぜひご覧ください。